政商っていう言葉を聞いたのだ。これって政治家をしながら商売もするスーパーマンみたいな人のことなのだ。半分正解で半分大間違いね。ずんだもん。今日はその政商という言葉が良くも悪くもぴったりだったお侍さん井上馨の黒い噂に迫っていくわよ。黒い噂、なんだかドキドキするのだ。一体どんな悪いことをしたっていうのだ。政商とは？まず政商っていうのはね、政治家と特別に仲良くなることで自分たちのビジネスに有利な情報を手に入れたり特別な許可をもらったりして大儲けする商人のことを指すの。それってほとんどズルじゃないのだ。その通り。そして井上馨は明治政府の超エリート官僚、お金に関するトップの大蔵卿も務めたわ。そんな彼が特定の会社、特に三井や藤田組といった財閥とべったりだったものだから周りから疑惑の目で見られていたのよ。国の偉い人が特定のお水とだけ仲良くしてたらそりゃあみんな怪しいって思うのだ。でしょ？井上さん、あなた国のための仕事をしてるの？それともお友達の会社を儲けさせるのが仕事なの？ってみんなが思ってたわけ。その疑惑が一気に爆発したのが有名なおさり沢銅山事件よ。小沢？なんだか難しそうな名前の事件なのだ。真っ黒？お巨沢銅山事件。大丈夫、簡単に説明するわね。秋田県にあったおさり沢銅山という金のなる木みたいな鉱山があったの。もともとは江戸時代から続く商人の岡高が経営していたんだけど、明治政府がこれは国のものだって言って半ば強引に取り上げちゃったの。ひどいのだ。人のものを勝手に取るなんてジャイアンみたいなのだ。まあ理屈はあったんだけどね。でも問題はその後よ。国は一旦取り上げたその大事な鉱山をなぜかすぐに民間に売り払うことにしたの。これを払い下げっていうわ。ふむふむ、それで誰が買ったのだ？普通なら一番高い値段をつけた人が買うはずよね。でも政府はなぜか入札を途中でやめさせて当時まだ無名に近かったある人物にすごく安い値段で売ってしまったの。そしてその人物の裏には井上馨ととっても仲良しだった三井がいたのよ。うわあ、出来レースなのだ。裏で話がついてたに違いないのだ。そういうこと。この一件で井上は国の財産を使ってお友達の三井に莫大な利益を与えたんじゃないかって日本中から大バッシングを受けたの。これが彼が政商と呼ばれる最大のきっかけになった事件よ。お友達だから特別扱い？そんなに分かりやすくズルしたらみんな怒るに決まってるのだ。もちろん井上自身は不正を否定したわ。でも彼の周りにはいつも財界の大物が集まっていたのは事実よ。三井の箕村利左衛門や増田隆、藤田組を一代で築いた藤田連三郎とかね。井上さんのお友達になればビジネスで大成功できたってことなのだ。そう思われても仕方ないわね。彼は自分と同じ長州藩出身者や考え方の近い人たちを政府の重要なポストに就かせた。そしてその人脈を使ってお気に入りの会社に重要な事業を任せたり銀行からの融資を後押ししたりしたの。まさにお友達優遇ネットワークよ。それはもう国のためじゃなくて井上株式会社みたいになってるのだ。痛烈な批判ね。でもそう見えちゃうくらい彼の行動は特定の企業と深く結びついていたの。本当に悪者だったのか？もう井上馨は日本一の悪で決まりなのだ。まあまあ落ち着いて。ここからが歴史の面白いところよ。井上を弁護する人たちはこう言うの。彼の行動は決して私利私欲のためだけではなかったって。どういうことなのだ？当時の日本は欧米の強大な国々と競争しなきゃいけないとても弱い立場だった。そんな中で国を強くするにはまず経済を強くしないといけない。そのためには世界と戦えるような巨大でパワフルな会社が日本に必要不可欠だと井上は考えたの。日本代表の会社を育てようとしてたってことなのだ。その通り。そしてその代表センスとして彼は三井を選んだ。だから三井に国の事業を任せたり便宜を図ったりしたのは日本全体の未来のための投資だったという見方もできるのよ。言われてみればそんな気もしてきたのだ。ズルはズルだけど目的は日本のためだったかもしれないのだ。そうなの。強い会社が育てば国にたくさん税金が入るし、たくさんの人を雇える。結果的に国全体が豊かになるでしょう。井上はそのための近道として特定の企業を徹底的に支援したの。それが結果的に黒い噂や癒着を生んでしまった救世主のようでもあり、
清少のようでもある。それが井上馨という人物の複雑さなのよ。ヒーローなのか悪役なのか、見る角度で全然違うのだ。歴史って奥が深いのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。